宝プロジェクト第19弾東宝10応援が発表。おお、この日を待ちわびたぜ。皆さんようこそ、東宝ゆっくりスクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。東宝プロジェクトの最新作東宝10応援アンフィニッシュとドリームオブオールリビングゴストが4月18日についに発表されました。ありがとうずんさん。いつだって東宝プロジェクトの最新作が出るときはどんな新キャラが出るのかワクワクするんだよな。また私の強力な能力が発動してしまいます。部長のセクハラする程度の能力が発動してしまいます。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。では早速授業開始です。ということで、まず皆さんも気になるであろう、東宝10応援がどんなストーリーなのか見ていきましょう。市場が開かれた影響で、古の土地の所有権が無に返した。所有者を失った土地は荒んでいくだろう。だが、心配することはない。自然と霊たちが土地に取り付いていき、いつも通りの窮屈さを取り戻すのだから、そこに欲深き獣たちがいなければ話だが。なるほど、これは完全に東方奇形獣と交流道の続きって感じだろうな。それは間違いありませんね。東方奇形獣のストーリーとしては、奴隷とされていた人間霊たちが動物霊対策として造形神が召喚。動物霊たちは偶像たちに太刀打ちできず撃退されたんだ。人間霊の地位が確立されたかに思えたのですが、動物霊たちは組同士で協力し合い打倒偶像作戦を打ち立てたのです。そして立てた策は帰結組であり、彼女の考えはこうです。地上の人間を騙して人間の手で霊長園を壊滅させよう。確かにそれは成功したものの主人公たちは思った以上に凶暴だったことから神も動物霊も結局全てを崩壊させたんだ。真のラスボスは主人公たちでした。そして交流道はアビリティカードと言われるあまたの人間、妖怪の秘密が込められているカードが流通していた。これは弾幕ごっこで使用することができてキャラの効果を得れるんだぜ。そのカードは市場の認知が低くなり、力を失いつつあった神の天球ちまたが飯綱丸からアビリティカードの売買について話を持ちかけられ、利用されていることは承知の上で了承。飯綱丸のビジネスが成功する頃には神としての力を取り戻し、大天狗など恐れるに足らないと考えていた。が、主人公たちがあまりにも凶暴だったために無事に彼女たちは倒されて落ち着きました。そして、新作の東方10応援は交流道の異変の結果、所有権が奪われた土地に、自然、つまりいたずら好きの妖精や霊が取り付こうとしているということですね。その所有権のない土地を狙っている者がいるってことか。東方強力異分と若干似ていて、非常に興味深い内容だな。そして今回は世にも珍しい対戦弾幕ゲームとなっていますよ。プレイ画像を見ると、東宝プロジェクト第9弾東宝貝塚を彷彿とさせるような構成となっているよな。やはり第9弾目はこういう作りにするようですね。東宝貝塚は東宝プロジェクト第9弾となる作品で、2005年5月4日の第2回白霊神社例大祭で体験版プラスが配布され、2005年8月14日のコミックマーケット68にて完成版が頒布されました。今回の新作と配布の時期も似ているのは運命なのか？貝塚は Windows 版の前、つまり PC98 版である東宝旧作の東宝プロジェクト第3弾東宝夢時空の流れを組んだ対戦型弾幕シューティングゲームで、基本的に操作難易度は高く上級者向きとなっていますね。またこれも運命なのか、仕組んだのか、第9弾でチルノイコール丸9のゆえんとなった作品でもあるんだぜ。そして、旧作の夢時空以来の対戦型シューティング。この作品は左右2つのフィールドが存在し、左が時期、右が敵のプレイヤーキャラがいるフィールドとなっていますよ。弾幕を避けつつ敵を倒すという弾幕シューティングの基本形は同じですが、敵を倒すことにより相手フィールドにより多くの弾幕を振らせることができるのです。また、スペルカードを使うことで相手フィールドに直接弾幕攻撃を仕掛けることも、最終的に相手が撃墜された時点で勝利となるんだぜ。ただし新作では操作感や弾幕感はいつもの東宝に近くなるようにシステムを再構築されたようです。一人でどうやったらそんな構成が作れるのかすごすぎるぜ。確かに貝塚はボムの仕様がかなり異なっていて、チャージシステムとなっていました。貝塚の回避手段はレベル2のチャージアタックを基本で立ち回るというものだよな。また新作は常にアドリブ的な避け方を強いられるスピーディな対戦ゲームで、簡単に言うと、東方力が高い人ほど有利なゲームになってくるようです。東方力って何なの？歴代の東宝プロジェクトをプレイした歴的なことじゃないですかね。そして今回、ストーリーモードが大量にあるようです。ずんさん頑張ってくれました。選択画面を見ると、18人の選択画面があり、もしかしたら隠しキャラも用意されている可能性も高いので、相当なストーリーを作った可能性がありますね。開発室で引きこもって私たちのために作ってくれたらしいからな。感謝しかないよ。どうやらストーリーモードは対戦モードとはやや別のシステムで、一人プレイで楽しめるようになっているようです。よかったー。危うく霊夢部長とやる羽目になるところだったよ。やだ、マリサさんとがちなみにストーリーも東方力が試されるようで、相当作り込まれている様子ですね。もう私たちのためのようなゲームじゃないっ
か。東方ゆっくりスクールの考察班よろしくお願いします。いやあんたが一番頑張れよ。またダークで元気いっぱいで、ちょっぴり可愛い幼獣たちの共演が楽しめるというコンセプトになっているようです。ダーク感といえば、東方奇形獣が思いつくがどのくらいダークなのか気になるところだぜ。そして先ほども言ったように公式の紹介文では東方プロジェクト第9弾東方海江塚をさらに楽しみやすくなったものとなっていますよ。海江塚のようにたくさんのキャラを使えることができるのでめちゃくちゃ楽しみですね。ああ、かなこ様東方暴力異分で活躍したからお休みでしょう。また時期に当たるキャラクターは複数いることがわかるんですが、体験版では白霊レイム、霧雨マリサ、コマノアウン、ナズーリン、セイランの5キャラが使用可能となっているようです。体験版は今年の5月7日にビッグサイトで行われる白霊神社例大祭にて頒布する予定らしいです。体験版は会話内容やゲーム音楽が変わっているから、違った楽しみ方ができるのでまた紹介していきたいところだぜ。また、Steam でのダウンロードも行うようなので、遠方の方も安心してプレイできますよ。Steam でのダウンロードできるのは良かった。体験版は白霊レイム、霧雨マリサ、コマノアウン、ナズーリン、セイランの5キャラが使用可能となっていて、完成版も彼女たちが活躍するでしょう。これまた珍しいメンバーだな。ボーイッシュでイケメンエリート幼女のナズーリンファンは、喜びのあまりダウンジングを振り回していることでしょう。ダウンジングってそんな使い方じゃないよね。せっかくなので、登場確定キャラの紹介をしていきましょう。まずナズーリンは東方精錬戦の一面ボスです。職務には忠実なんですが、毘沙門天という強力な後ろ盾があるため尊大な態度を取ることもあるのです。他の妙蓮寺のメンバーとは異なり、特別聖を慕ったり恩義を感じていたりはしません。こういったことからも、自分の力で生きようとする賢さが感じられるよな。普段は妙蓮寺ではなくて、無縁塚の近くの小屋で過ごしていますよ。5面でも再登場していて、ちなみにこの時の立ち絵はとても可愛らしく、一面のものより人気を集めていますね。東方プロジェクト第 18.5 弾バレットフィリアたちの闇市場では、勝手に天下の回り物という超重要アイテムとして活躍。これは伏線だった可能性があるな。間違いないですね。そして新作の他のキャラを見てみると、まさかのセイランも登場。セイランは東方感受伝のその後が気になるキャラだったので本当に嬉しい登場ですよ。だよね。普通なら古参で人気の霊戦とか来そうなところ、あえて珍しいキャラクターを入れているところ原作をやっている人からすると嬉しすぎるぜ。だから東方力がいるということなんでしょうね。ちなみに、東方キャラについては9割近く解説しているので、気になる方は見てみてください。セイランは東方感受伝の一面ボスとして登場した新たなウサギキャラだよな。同じ部隊の、リンゴと異変後は二人とも人里で団子屋をやっていて、仲良く競い合っているんだよね。一体どこで住んでいるのか気になっていたのですが、今回のストーリーで語られそうですよ。確かに、人里に住むわけにもいかないからどこに住んでいるんだろうな。あと未だに月の民の家畜の証であろう、黄色い番号をつけているのがびっくりです。待ってほんとじゃん。あれ取れなくなっているのかな。幻想郷を脅かすこともある、月の民の情報を知る貴重なキャラなので楽しみですね。そしてコマのアウンの登場もめちゃくちゃ嬉しいんですよ。東方プロジェクト屈指のまともな癒し系キャラ。アウンは東方天空将の三面ボスですね。現在は白霊神社や守谷神社及び妙蓮寺など人間の信仰の集まりそうな場所を見つけては無断で居候して、勝手に守護するというボランティアに勤しんでいます。このようにとてもいい子なだけあって東方天空将の立ち絵は人柄の良さが滲み出ていたけど、今回の立ち絵もアウンスマイルが輝いているぜ。なんせレミリア・スカーレットがデレデレになるぐらいですからね。アウンちゃんは設定的には弾幕ごっこはあんまり得意ではないらしいですが、今回はどうなのか気になるところですよ。ただ、バレットフィリアのアビリティカードは最強だったがな。闇市場でもアウンにお世話になりました。そして東方獣王園での主人公たちについても見ていきましょう。まずレイムについてなんですが、今回は非常にセクシーで可愛いんですよ。公式立ち絵では珍しく脇を見せているものとなっていますね。東方水鏡下では入浴シーンを見せてくれたりと調子いいね。あと、相変わらずお払い棒は長くなっている感じだな。多分、針の設定を借りるなら容器や新規を吸っているから長くなっているのではと思われます。そして注目ポイントとしては、服装は東方奇形獣に近いデザインとなっていますよ。うおー、確かに、ワンちゃんの足跡がついているよな。あれってアウンの足跡なの？東方ステーションで言っていたのですが、あの足跡はその辺に巫女服を置いていたら野獣に踏まれてああなったそうです。その設定、レイムらしくて好きです。そしてもちろん今作も霧雨マリサが登場。ウサギの耳みたいなリボン可愛すぎて希望のお面なんだが、また髪はいつもとは違って、パーマをかけたかのようにモフモフになっていますね。髪型がモフモフになっているのは獣感を出すためだろうな。ああ、そういうことか。今作は女の子らしさが極まっていて美人マリサですね。今回もレーザー主体で投げ払っていくようですよ。対戦型は枠がいつもより狭いからレーザーはめちゃくちゃ有利かもな。そういえばなんでウサ耳みたいなリボンになったんだろう？タイトルが獣王園となっていて、獣感を出すためもあるでしょうが、2023年はウサギ年だからというのもあるからでしょうね。あとはセイランが出ていることから、ス
ストーリー的にウサギと絡んでいるとかか。そう、なので今作の新キャラはウサギキャラの可能性は大きいでしょう。ボスの従者ポジとかでありえそうだぜ。ということは、月の民の新キャラとかありそうじゃないか？そうなると、純子の不具体点の敵であるジョーガの可能性も捨てきれませんね。その展開は面白すぎるな。ジョーガって全く姿が出されてなく、シルエットだけしか登場してないキャラだよな。シルエットでは髪が長く、夫がいるので女性なのは確定でしょう。漫画版、東方暴月章第2話では、と書かれていますね。なんでバツバツなんだっけ？ジョーガという名前は地上で呼ばれているもので、本名は地上人には発音できないのです。本名は月の民にしか発音できないのか。ただし、ジョーガは元ネタ通り、ヒキガエルになっているらしく、今作は獣なので確率は薄い。なるほどね。ワンチャン裏ボスとかもあるかもだがな。新作の新キャラは無難に東方奇形獣、東方強力異分の流れでいくと、畜生界の四大組織の最後の一人が登場する可能性が高いですね。ありえるな。今作のストーリーは動物霊と絡んでいるし、タイトルから奇形獣と繋がっているから、一番確率は高いよね。四大組織について確認しておきましょう。現在の地獄に近い場所に畜生界という究極の弱肉強食の世界があるのです。強い者が欲望のままに支配する世界。だったはずが、ちょっとだけずる賢い者が組織を構成するようになり、今では数組の巨大組織によって支配される世界になっていったんだよな。慶賀組、秘訣組、強力同盟及び正体不明の組織などの巨大畜生組織がシェアを奪い合っているのです。のんびりしているゆゆ子でさえも平気で人を欺くヤクザと言っているんだぜ。最後の一つの組は罠や毒、寄生、擬態、あらゆる卑怯な手段を得意とする動物霊たちによる組織らしいです。先は存在不確定の隠密卑劣集団や闇組織と呼んでいますね。今作はダーク感もあるということで、かなり可能性は高いな。あと、ストーリーの紹介ラストに欲深き獣たちがいなければ話だが、とあるので、欲といえば強欲異分、そのつながりからも今作の新キャラは四大組織のラストの一人の可能性もありえますね。さらにプレイ映像を見ると、動物霊のカワウソ霊が確認することができるんですよ。本当だ。しかも動物霊まさかの胴体を得ている。このことを含めて、四大組織のラストの一人は間違いないでしょう。新しく登場した東鉄のインパクトがでかかった分、期待が膨らむぜ。あと、貝塚と同じならば新キャラは4人登場する可能性が高く、そしてもう一人特別ゲストが出ましたよね。やばい、今それを聞いてゾワゾワってなったよ。東方旧作の風見優香の登場。そう、なのでひょっとすると旧作キャラから一人抜粋されるなんてこともあるかもしれません。おお、それは神展開すぎるよ。この新作で皆さんお待ちかねのミマ復活の可能性もあるんですよ。嘘だろ、ミマ様というと、東方旧作から登場していて、東方では珍しく全人類に復讐しようとしたり、神主もミマ様と呼称するぐらいカリスマ性抜群のキャラだよな。海外勢はミマファンが多いので喜んでくれそうです。もしも旧作から抜粋されるなら、彼女が一番有力でしょう。それは一体どういうことなんだ？その理由の一つとしてはサブタイトルが、アンフィニッシュとドリームオブオールリビングゴストとなっているのですが、この対戦型システムを一番初めに使われた東方夢時空の時のミマの二つ名が、駆動の夢に運命を任せる精神、アンフィニッシュとドリーム、ミマは音量なのでオールリビングゴスト、となっていることから登場がかなり期待ができるんですよ。おお、なんという伏線なんだ。もしもそれが合っていたならばテンション爆上がりだな。おそらくミマ様を出すタイミングとしては、ここぐらいなので来る可能性はあります。あと初代対戦型シューティングゲーム東方夢時空のラスボス岡崎夢見も少なからずありますね。バレットフィリアはミマ様の復活の匂わせの意味合いもありそうだし、これはマジでひょっとするとぞ。私的には有限魔眼が出てほしいです。いや絶対にないでしょ。それでは最後に東方新作の反応を見ていきましょう。東方新作のマリサの帽子めっちゃ可愛くない？可愛い。完全に東方新作にテンションとか全部持ってかれすぎてて多分浮かれまくってるってやつだ。東方新作の情報で思い立って交流道を勝手ノーマルクリアした。夢時空、貝塚システムそれでいてキャラ戦画面は憑依花を彷彿とさせる。セイラン、アウンちゃん、ナズとかの最近のキャラが時期になってるのを見ると製品版が楽しみすぎる。といったように、対戦型システム、珍しいキャラなことからかなり期待がかかっていますね。これからどうなっていくのか、非常に楽しみだぜ。本当に夏のコミケが待ち遠しい。また私たちに夢を届けてくれてありがとうずんさん。細かな詳細はまだ発表されていないので続報に期待です。さて、以上が東方プロジェクト最新作の情報と考察でした。いつもと違ったシューティングゲーム、東方プロジェクトになりそうで楽しみな作品だぜ。視聴者さんは誰が参戦するのかよければ教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。